ども吉田です。発表された瞬間界隈がざわついた。虎をモチーフにしたポーキ DRGB20S を手に入れました。一見ふざけたようなビジュアルで、どう見ても安っぽそうだし、どう考えても操作性が悪そうなこの機種。しかも CPU スペック自体は従来の端末と変わらず RK3326。誰も期待していなかったこの RGB20S ですが、実際に手にしてみると、おや？これかなり良くない？って感じです。ではこんな感じで見ていきたいと思います。箱はこちら、RGB10S と同様、黒を基調とした高級感のある箱になっています。バングードの配送上、テープでしっかりと包まれています。基本的なスペックは RG351 等の従来の端末と同様で、寸法以外はほぼ同じスペックの RG351V のライバル機だと考えられます。PS1 くらいなら問題なく動き、PSP ならタイトルによっては普通に遊べるくらいの性能。この端末も RG351V は今大流行中の右ミニ同様、縦型のハードなので、横型のハードとは遊び心地が異なります。ゲームボーイなどが好きな人向けの端末です。もともと販売されていた RGB20 と中身は大きく変わっていないんですが、液晶が 480×320 から 640×480 へと高解像度になったので、一応上位モデルで RGB20S はスペシャルの S ってことでしょうか？内容物はこちら、本体、シェルに貼る用のステッカー2枚1枚は予備ですかね？説明書、充電用の USB-C ケーブルです。説明書は冊子ではなく1枚で、表面英語、裏面中国語の2カ国語表記です。早速ステッカーを貼ってみます。このボタン部分を先に剥がしておかないとうまく剥がれません。よし。貼るぜ。ヒュ。いやー、かなりパンチの効いたデザイン、というか完全に子供向けのデザインですよね。ステッカーを貼らない状態でもニコちゃんマークみたいな雰囲気で、割とポップなビジュアルです。ボタン配置は画面側にダブルアナログスティック、その間にスピーカー、目の部分がスタートボタンとセレクトボタン、鼻の部分がファンクションキー、右に ABXY ボタン、左に十字キーです。裏は LR、L2R2 ボタンのみのシンプルなデザイン。ボタンが本体のほぼ中心にあるのがバランス良くて良い感じです。質感はサラサラとした手触りの良いプラスチックで、ビルドクオリティも比較的高くて、ポーキ D の安っぽさは嫌だなって感じていた方もこれなら満足できると思います。左側面には上から電源ボタン、リセットボタン、ストレージ用マイクロ SD スロット、右側面にはボリュームボタン、システム用マイクロ SD スロット、Wi-Fi スイッチがあります。システム用ストレージ用のマイクロ SD が離れた位置にあるのも珍しく、取り出す予定のマイクロ SD を間違う可能性も低くなり良いですね。画面下側には左から充電用 USB-C、イヤホンジャック、コントローラー用 USB-C です。比較対象として RG351V を並べてみました。サイズ感としては RG351V よりも一回り小さい感じでコンパクトに見え、実際に手に持ってみても比較的小さめな端末な印象。小さい端末好きとしては、この時点でかなり好感度は高めです。小さいながらも、程よい重量感で非常にバランスが良い端末に感じます。横から見ると、若干 RG351V よりも画面側の厚みが大きいように感じますが、むしろ RG351V が薄すぎるだけでバランスを考えると RGB20S の方がいいようにも感じます。ボタン十字キーの押し心地は実はポーキ D 史上最高で、RGB10S と同様非常にいい感じのボタンとなっています。少し深めでクリック感ある個人的にはかなり好きなボタンで、十字キーも軸感があって押し心地がある、文句なしのものとなっています。スタートボタンセレクトボタン類はカチカチと音が大きめのものとなっていて、少し安っぽい気がしますが、そんなに頻繁に使うボタンではないので個人的には許容範囲内です。アナログスティックは高さを抑えていないタイプなのでストロークが多少長く感じますが、個人的にはこっちのタイプのものも好きです。LR ボタンは指に引っかかりやすい形状とはなっているんですが、押した時に画面が手前側に押されるけれど押さえにくいため、多少使いにくさは感じます。特に下側の ABXY ボタン類あたりに指を置いておくと、かなり使いにくい印象。最大の問題なんですけど、見てわかる通り操作性自体は良くないです。アナログスティックを主体として使うとしても、結局ボタン類での操作は必要となってきて、そうなるとかなり下の位置にあるので非常にバランスが悪いです。下のボタン類を使いながら、LR ボタンを使うのは、慣れたとしてもかなり指に負担がかかりそうで厳しい配置だなと感じてしまいました。まあ、ビジュアル重視で配置を決めると、そりゃ使いにくさも出てきますよね。しかしこの端末はかなりボタン類の完成度が高いことやそれなりに携帯性が高いことなどを考慮すると、普
通のボタン配置にして、もっとストレートな感じで販売した方が売れたのではとちょっと感じてしまいました。話題作りや別端末との差別化もわかりますが、もうちょっと素直に作ってくれてもよくない？画面は 640×480 のレトロゲームに最適な解像度となっているので、何の文句もありません。フルスクリーンにしてシェーダーを加えるなりして、かなりいい感じに表示設定を行えます。あと、この端末のラミネーション具合がすごいなと思いまして、斜めに液晶を傾けても、液晶までの距離を全く感じないくらいの密着感になっていて、普通にすごいと感心します。ただその分画面への耐久力が弱そうなので、持ち運びする際などに注意することは必須ですね。原則中華ゲーム機というのはエミュレータ機なので、吸い出しを行う必要があります。カートリッジリーダーなどで吸い出して遊びましょう。電源ボタンを長押しで起動すると、直感的でわかりやすいメニュー画面が現れます。これがエミュ機のいいところですよね。コレクションしたくなるようなインターフェースです。ハードを選択矢印ゲームを選択で遊ぶことができるので、非常にシンプルでわかりやすいです。また明るさ調整やゲーム終了などはボタンの組み合わせで行えます。割と遅れて入手したこともあるかもしれませんが、この端末にはあらかじめ ArcOS が導入済みでした。本体のパフォーマンスを割と最大限まで活用できると評判の ArcOS ですが、それのせいなのかわかりませんが、せっかくのファンクションキーが機能しないという事態が起きてしまっています。説明書にもファンクションキーを使う設定がなかったので、もしかして、このファンクションキーはダミー？性能的には ArcOS が初期搭載されているのもあり、64PSP あたりは割と遊べるレベルに動作します。PSP に関してはアナログスティックの上下が逆だったのでボタンマッピングの設定が必要でしたが、軽く試した感じでは特に問題なさそうでした。重いゲームを動かさないとしても、レトロゲームで激しくスクショを撮りながらプレイしたり、ステートセーブや早送りなどを活用しながら遊びたい人にとっても、それなりに便利に使えるのがいいところですね。ということで操作性以外は特に問題ないどころか、携帯性や画面占有率の高さ、ビルドクオリティや質感の良さなども踏まえ、かなりいい機種なのではと感じました。縦型ハードを持っていない人で RG351V を買おうかなと思っていた人は、十分に選択肢に入る端末だと思います。というのも、縦型ハードを選んでいる時点でもう操作性からは少し離れてしまっているんですよね。縦型という構造的に、操作性の良さの追求はかなり厳しいと思うので、まあこの虎のデザイン、もしくはニコちゃんマークの雰囲気が嫌じゃなければ、割と満足いくハードだと思います。他にミリューミニなどの小型端末もありますが、そこまで小さくなく、しかしコンパクトにまとまった縦型のハードとしては、かなりいい筋までいってると思います。そう思うと、この変なボタン配置にしたのが本当に悔やまれるなって思っちゃいました。もっとシンプルな、それこそ RG351V のような GB ライクなボタン配置だったら、もっと多くの人の心を掴んだかもしれません。